ビデオ紹介、神の平安、慈悲、そして祝福があなたと共にありますように。今日のビデオでは、ウムラとハッジについて簡単な手順で説明します。預言者、彼に平安と祝福あれはこう言われました。ウムラからウムラへは、その間に生じたものへの償いであり、受け入れられたハッジは、まさに天国への報いとなる合意。預言者、彼に平安と祝福あれはまた、私からあなたの儀式を学びなさい、とも言われました。つまり、ウムラとハッジについて私から学びなさいということです。神の名において始めましょう。まずはウムラ。情報、預言者ムハンマド様は生涯で4回ウムラを行いました。1フダイビーヤのウムラ、ヒジュラ歴6年小格好ワリコロン巡礼月、ズルカアイダ。2カダーアのウムラ、ヒジュラ歴7年小格好ワリコロン巡礼月、ズルカアイダ。3フナインの戦いの後のジーラーナのウムラ、ヒジュラ歴8年小格好ワリコロン巡礼月、ズルカアイダ。4別れの巡礼ハッジと共に行ったキラーンウムラ、ヒジュラ歴10年小格好ワリコロン巡礼月、ズルヒッチャ。巡礼ウムラーの最初のステップは、準備です。準備には、以下のことが含まれます。身だしなみを整える、爪を切り、脇と陰部の毛を剃ります。これらは預言者ムハンマド様のスンナ、慣行です。香水をつける。香水は体の身につけ、イフラーム、巡礼用の衣服にはつけません。体を洗う。グスル小格好ワリコロンイフラームに入る前に体をきれいに洗います。多くの人が義務だと思っていますが、これはスンナであり、義務ではありません。これらのステップは、ウムラを始める前の大切な準備です。ステップ2、イフラームの衣服を身につける。男性の場合、男性は、イフラームの衣服としてイザール、下半身に巻く布とリダー、上半身にかける布を身につけます。ビデオでご覧のように、これは足を大きく動かすスペースを確保するための最も簡単な方法です。イフラームを固定したり、貴重品を携帯するためにベルトを着用することもできます。履物については、かかとを覆わないサンダルであれば問題ありません。しかし、かかとを覆う靴やブーツを履くことは、学者たちの総意により禁止されています。クロックスのように、前方を覆い、後方を露出させるサンダルについては、学者の間で意見が分かれています。注意、男性は、帽子や布、あるいはイフラームの布の一部を使って頭を覆うことは禁止されています。また、縫い合わされた衣服、下着などを着用することも禁止されています。ここで、なぜベルトやサンダルは良いのに、預言者様は縫い合わされた衣服を禁じたのか、と疑問に思うかもしれません。これは誤解です。縫い合わされた衣服とは、布に糸を通すことではなく、体の形に合わせて仕立てられた服を意味します。シャツやズボンなどがこれにあたります。そのため、男性は下着や靴下、靴を履くことが禁止されています。女性の場合、女性は、ゆったりとした、装飾のないシャリーヤにのっとったヒジャブを着用します。女性は縫い合わされた衣服を着用することが許可されているため、足を覆うために靴下や靴を履くことができます。女性にとって唯一禁止されているのは、ニカーブ、顔を覆うベールやブルカ、手袋を身につけることです。これは、預言者様が言われた次の言葉に基づいています。イフラーム中の女性は、ニカーブをつけたり、手袋をつけたりしてはならない。サヒーフ、ブハーリー、ムスリム。しかし、女性は必要に応じて、スカーフの一部を顔にかけることで顔を覆うことができます。例えば、タワーフ中やアラファトの丘に立つ時など、周囲に男性がいる場合です。女性専用のテントにいる場合や、親族、マハリムと一緒にいる場合は、顔を覆う必要はありません。これはイスラーム法学の4大学派の学者たち全員が同意していることです。これは、預言者様の妻たちや女の教友たちも言っていたことです。信仰者の母アイシャ様は言いました。私たちは預言者ムハンマド様と一緒にイフラーム中だった時、男性の旅人が私たちを通り過ぎようとすると、私たちは頭から顔にガウンを垂らしました。アブーバクルの娘アスマ様は言いました。私たちは、生から顔を覆い隠していました。また、別の伝承ではこう言っています。私たちはイフラーム中、顔を覆い隠していました。誰かに、女性が顔を覆うことはイスラームではないと騙されないようにしてください。それは嘘であり無知です。預言者様の妻たちや教友たちは、日常でもハッジやウムラ中でも、男性から顔を覆っていました。イフラーム服は白でなければならないのでしょうか。ハッジとウムラの時は、イフラーム服を着るべきでしょうか。イフラームの衣服の色について、イフラームの衣服は必ずしも白でなければならないのでしょうか。いいえ、その必要はありません。しかし、男性のイフラームを白にすることは、預言者ムハンマド様、彼に平安あれのスンナ、慣行です。簡単にできるスンナなので、ぜひ実行してみてください。預言者のスンナに従うことで、神から報奨が与えられ、あなたの善行が受け入れられる可能性が高まります。女性については、
特定の色は定められていませんが、目を引く色や華やかな色は避けるべきです。一般的に、女性は黒や白の服を着用することが多いです。イフラームの衣服はいつ着るべきですか？ハッジやウムラのイフラームの衣服は、ミーカート、巡礼の出発地点を通過する前に、儀式を始める意図、ニヤを定める前に着用します。イフラームの衣服は、家で着ても構いませんし、ぐする、体を洗うことはスンナであるため、必ずしもぐするの直後に着る必要はありません。例えば、家でぐするを済ませ、出発する空港や飛行機の中、あるいはミーカートでイフラームを着用しても良いでしょう。重要なのは、イフラームの衣服を着用せずにミーカートを通過しないことです。重要な質問、ミーカートとは何ですか？ミーカートは、時間的ミーカートと空間的ミーカートに分けられます。空間的ミーカート。空間的ミーカートとは、ハッジまたはウムラを行う人がイフラーム、巡礼儀を身につけ始める場所です。メッカ周辺に住んでいない人がハッジやウムラを行う場合、この5つの定められた場所、またはそれに並行する場所でイフラームに入らなければなりません。ミーカートそのものに入る必要はなく、イフラームをせずにその場所を通過することは許されません。これらのミーカートは、以下の通りです。ズール・フライフは、ドゥルフレーファ多小括弧ワリコロンマディーナの人々、およびメッカの北から来る人々のため、ジャハフは、エールジャーファー小括弧ワリコロンエジプト、シリア、および西から来る人々のためのもの。ヤラムラムまたはサディーヤ、アズ SH10 引用フディーヤ小括弧ワリコロンイエメンの人々、および南から来る人々のためのもの。ザート、イルク小括弧ワリコロンイラクの人々、および東から来る人々のためのもの。カルン、アルマナジル、カーンエールマナチル、またはアルサイル、アルカビール、エールセール、エールカビル、ナジュドとターイフの人々のためのもの。場所は厳密ではありません。例えば、エジプトから来た人が必ずしもジャハファからイフラームに入る必要はなく、どのミーカートからでも構いません。重要なのは、イフラームなしにミーカートを通過しないことです。注意、飛行機で旅行している場合、パイロットがミーカートと並行して飛行していますと告げたら、すぐにハッジまたはウムラの意図を定めてください。飛行機は早く、数分でミーカートの上を通過してしまうからです。メッカに住んでいる人のための規定。ミーカートとメッカの間に住んでいる人は、ハッジやウムラを行う際、自分の家からイフラームに入ります。メッカ市内に住んでいる人は、ハッジのイフラームは自宅から行いますが、ウムラの場合は、アッドナーアルヒル、アドナエールヒルと呼ばれるハラーム、聖域の境界の外に出て、そこからイフラームに入ります。時間的ミーカート。これは、ハッジやウムラを行うことが許される時期を指します。ウムラは、一年中いつでも行うことができます。ハッジは、シャウアール月、ズーアルカーダ月、そしてズルヒッチャ月の最初の10日間に行われます。イフラームとハッジとウムラのためのイフラームの入り方と時期。ステップ3、イフラーム、意図を定めること。イフラームとは、ハッジまたはウムラの意図を心に定めることを意味します。意図を声に出して確認することが推奨されています。例えば、ウムラの場合は、ラッバイク、ウムラのために参上いたしました。主よと言います。もし他人のためにウムラを行う場合は、ラッバイク、ウムラ、アンヒュラーン、誰々さんのためにウムラのために参上いたしました。主よと言います。ウムラを意図しましたと口に出して言う必要はありません。なぜなら、意図は心の中で決めるものだからです。この意図を定めることがイフラームなのです。多くの人がイフラームを巡礼儀の着用と誤解していますが、それは間違いです。イフラームとは、ハッジまたはウムラを行う意図を心に定めることを指します。巡礼者は、以下のように条件をつけることもできます。ラッバイク、ウムラ。もし何者かに妨げられるならば、その妨げられた場所が私のイフラームを解く場所ですと言います。これは、病気、費用不足、敵などの理由で巡礼を完了できない事態に備えるためです。この条件をつけることの利点は、巡礼者は犠牲を払う必要がなく、髪を剃る必要もなく、イフラームを解くことができるという点です。イフラームの意図はいつ定めますか？預言者様のスンナは、ミーカートまたはそれに並行する場所でイフラームに入ることです。家で体を洗い、イフラームの衣服を着用した後、意図を定めて、ラッバイク、ウムラと言っても構いません。空港や飛行機の中、あるいはミーカートと並行する場所で意図を定めても良いでしょう。スンナに従うことは、ミーカートで、またはそれに並行する場所でイフラームに入る意図を定めることです。しかし、ミーカートの前にイフラームに入っても問題はありませんが、その場合、自分自身に制約を課すことになります。なぜなら、イフラームの意図を定めた瞬間から、ウムラやハッジを終えてイフラームを解くまで、いくつかの行為が禁止されるからです。これらの禁止事項については、後ほど説明します。最も重要なことは、
ハッジやウムラを意図する場合、イフラームなしにミーカートを通過してはならないということです。ミーカートをイフラームなしで通過した場合、もし飛行機で寝ていたり、忘れていたり、あるいは知らなかったりして、イフラームをせずにミーカートを通過してしまった場合、どうすればよいでしょうか。その場合、あなたは5つのミーカートのいずれかに戻って、そこからイフラームに入る必要があります。もしそれが不可能であったり、面倒でそうしなかったりして、例えばジェッタのホテルや空港からイフラームに入った場合、あなたは義務を怠ったことになるため、ダム地の犠牲を捧げなければなりません。ダムとは、メッカで羊、ヤギ、またはお羊を一頭屠殺し、その肉をメッカの貧しい人々に分配することを意味します。ご自身で屠殺する必要はなく、メッカにある慈善団体に依頼して、あなたの代わりに屠殺と分配を行ってもらうことも可能です。ここで注意していただきたいのは、イフラームとは、ハッジやウムラの意図を心に定めることであり、巡礼衣を着用することだけではないということです。もし誰かが巡礼衣を忘れてしまい、ミーカートを通過する前に着用できなかったとしても、ミーカートに差し掛かった時にイフラームの意図を定めてください。この場合、あなたは縫い合わされた服、ズボンや T シャツなどを着用しているという禁止行為を犯したことになりますが、これに対してはフィディア、贖罪が必要であり、ダムではありません。フィディアはダムよりも軽いものです。ダムとフィディアの違い。フィディアは、ハッジやウムラにおけるイフラーム中に禁止行為を犯した人に課されます。フィディアには、3つの選択肢があります。3日間断食する。6人の貧しい人に食事を与える。1人当たり約 1.5kg の米に相当。羊を1頭屠殺する。メッカで行う必要はありません。ダムは、ミーカートからイフラームに入るなどの義務を怠った人に課されます。複数の違反を犯した場合、もし誰かが、縫い合わされた服を着たり、香水を使用したりするなど、異なる種類の複数の禁止行為を犯した場合、違反の数だけフィディアを捧げなければなりません。例えば、2つの異なる違反を犯した場合、6日間断食するか、12人に食事を与えるか、または2頭の羊を屠殺する必要があります。同様に、ミーカートでイフラームに入らなかったり、髪を剃る、短くする義務を怠ったりするなど、複数の義務を怠った場合も、義務ごとにダムを捧げなければなりません。例えば、2つの義務を怠った場合、メッカで2頭の羊を屠殺し、貧しい人々に分配する必要があります。イフラーム中の禁止事項ウムラとハッジ。イフラーム中には、男女で共通の禁止事項と、それぞれに特有の禁止事項があります。男性に特有の禁止事項、縫い合わされた衣服を着用すること、頭を覆うこと。女性に特有の禁止事項、ニカーブ、顔を覆うベールを着用すること、手袋を着用すること。男女共通の禁止事項、体やイフラームの衣服に香水をつけること、頭髪や体毛を切ること、爪を切ること。これらの軽度の禁止事項を犯した場合、フィディア、贖罪が必要です。同等の償いが求められる禁止事項、狩猟をすること。イフラーム中の人は狩猟が禁じられており、違反した場合はその獲物と同等の償いが求められます。償いのない禁止事項、結婚契約や婚約をすること。イフラーム中の人にとって結婚契約は禁止されており、無効となりますが、これに対するフィディアは必要ありません。最も重い禁止事項、性交渉をすること。これは最も重い禁止事項です。イフラーム中の夫婦は、第2段階のイフラーム解除、タハップル、アッサニまで性交渉が禁じられます。もし第1段階のイフラーム解除の前に性交渉を犯した場合、ハッジは無効となり、夫婦ともにダム、地の犠牲を捧げなければなりません。その後、残りのハッジの儀式を完了し、翌年再びハッジを行う義務が生じます。ウムラの場合も同様に、ウムラは無効となり、ダムを捧げ、翌年にウムラをやり直す必要があります。性交渉を伴わないキスや愛撫などの行為は、イフラームを無効にはしませんが、フィディアが必要です。免除される場合、もしこれらの禁止事項を忘れて、知らずに、または強制されて犯した場合、罪は問われません。これは、性交渉の場合にも適用されます。ラマダン中に誤って飲食した人が罰せられないのと同様に、これは私たちに対する神の寛容さと慈悲です。しかし、もし義務を怠った場合、例えば、ミーカートでイフラームに入らないこと、忘れていた、知らなかった、強制されたなどの理由であっても、その義務を果たさなければなりません。もしそれができない場合は、ダムを捧げる必要があります。ウムラの構成要素と義務。ウムラには、3つの構成要素、アルカーンがあり、これらがなければウムラは有効になりません。イフラーム、アイアラム小括弧割りコロン神で意図を定めること。タワーフ小括弧割りコロンカーバー神殿の周りを巡ること。サイ SH10 引用不愛小括弧割りコロンサファーとマルワの丘の間を往復すること。そして、
義務は後は以下の通りです。ミーカートでイフラームに入ること。髪を剃るか短く切ることで、イフラームの状態を解くこと。義務のいずれかを怠った場合、ウムラは有効ですが、ダム、地の犠牲を捧げなければなりません。次のステップ、タルビーヤ。لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك。最初の構成要素であるイフラームを完了したら、次にタルビーヤを唱え始めます。男性は声を上げて、女性は自分に聞こえる程度の声で唱えます。ホテルに到着したら、休んで体を洗っても構いません。メッカに入る前に体を洗うことはスンナです。必要であれば、新しいイフラームの衣服に着替えることもできます。体を洗う際には、香りのある石鹸を使っても構いませんが、無香料の方が良いでしょう。その後、清めた状態、ウドゥでアルハラームモスクへ向かいます。モスクに到着したら、タルビーヤを止めて、モスクに入る際のドゥアー、祈りを唱えます。ハッジとウムラのためにカーバ神殿の周りをタワーフする方法。ステップ4、カーバー神殿の周りをタワーフする。タワーフは黒石、アルハジャル、アルアスワドから始めます。黒石に口づけをすることはスンナですが、混雑している場合は無理をする必要はありません。なぜなら、他の巡礼者を押しのけたり、怒ったり、罵ったりすることで罪を犯す可能性があるからです。ハッジやウムラでは、議論や罵倒、陰口、中傷は禁止されており、イフラームの状態にない人よりもその罪は重くなります。したがって、手で黒石を刺し、ビスミッラー、アッラーフ、アクバル神の御名において、アッラーは最も偉大なり、というだけで十分です。指に口づけをする必要はありません。タワーフを始める際は、左肩がカーバー神殿に向くようにします。男性は右肩を覆いから出すイドティバー、AL イドティバ一重引用符というスンナに従います。タワーフは7周あり、黒石から始まり黒石で終わります。最初の3周は、男性は少し早足で歩くことがスンナとされています。これはラマル、AL ラマルと呼ばれるスンナです。タワーフ中は、好きなことを祈り、タクビール、アッラーフ、アクバル、ということやタスビーフ、スブハーンアッラー、ということ、あるいはイスティグファール、悔い改めることを唱えます。ソーシャルメディアのための写真撮影などに時間を無駄にしてはいけません。アルルクン・アルヤマに、イエメンの角に到達したら、手でそれに触れることがスンナです。口づけや手に口づけをする必要はありません。アルルクン・アルヤマニと黒石の間では、アッラーフンマ、アーティナ・フィッ、ドゥンヤー、ハサナタンはフィル・アーヒラティ、ハサナタンはキナー、アザーバン・ナール・主よ。私たちに現世で良きものを、来世で良きものを与えください。そして過酷の刑罰から私たちをお守りください、と唱えることがスンナです。これを7周すべてで繰り返します。注意、タワーフ中に、ヒジュル・イスマイル、カーバー神殿の隣にある半円形の壁の中に入らないようにしてください。ヒジュルはカーバー神殿の一部であり、中に入ってしまうと、あなたのタワーフは不完全になります。タワーフの後、2ラカートの簡潔な礼拝を行うことがスンナです。その際、イブラーヒームの場所、マカーム・イブラーヒームがあなたとカーバー神殿の間にあるようにします。それができない場合でも、ハラム内、聖域のどこででも2ラカートの礼拝をすることは問題ありません。この礼拝では、クルアーンのアルカーフィルーンとアルイフラスの2つの章を読むことがスンナです。礼拝の後、座って3回に分けてザムザムの水を飲み、望むことを祈ることがスンナです。これでタワーフは完了です。質問、タワーフにはウドゥ、清めが必要ですか？排気などの軽度の不浄からの清めについては、学者の間で意見が分かれていますが、大多数の学者はタワーフには清めが必要であると考えています。もしタワーフ中にウドゥが失われたとしても、恥ずかしく思う必要はありません。それは人間誰にでも起こることです。ザムザムの水で軽くウドゥを取り直し、タワーフを続けてください。ハッジとウムラの間にサファ山とマルワ山の間を歩く方法。ステップ5、サファーとマルワの間を祭位する。巡礼者、ハッジまたはウムラを行う人は、サファーの丘から祭位を始めます。丘全体に登ったり、その周りを回ったりする必要はなく、その場所にある目印にたどり着くだけで十分です。スンナに従い、ナブダウ、ビマー、バダー、アッラーフ、ビヒ私たちはアッラーが始められたことから始めます、と言い、続けてクルアーンの第2章、メウシ・アルバから第158節を読みます。إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن لها شاكر عليم。サファーとマルワはアッラーの儀式の一つである。だから、その家カーバー神殿に巡礼を行う者、またはウムラを行う者にとって、それらの間を巡ることに罪はない。自発的に善行を行うならば、本当にアッラーは感謝される方であり、すべてを知っておられる。次に、
キブラ・カーバー神殿の方向に向き直り、次の言葉を3回唱えます。ラー・イラーハ・イ・ラッダーフ・ワフダフ・ラー・シャリーカ・ラフ、ラフル・ムルクは、ラフル・ハムドゥ、は、フーは、アラー・クッリ・シャイン・カディール。ラー・イラーハ・イ・ラッダーフ・ワフダフ、アンジャザ・ワーダーフ、は、ナサラ・アブダフ、は、ハザマル・アフザーバー・ワフダフ。لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. アッターの他に神はなく、彼に仲間はない。主権は彼のものであり、彼にこそすべての賛美がある。彼はあらゆることに対して力を持つ。アッターの他に神はなく、彼は約束を果たし、僕を助け、敵の集団を一人で打ち破った。それぞれの会の間には、好きなことを祈ることができます。その後、マルワの丘に向かって歩き始めます。二つの緑色の目印の間に着いたら、男性のみは小走りすることが済んだです。その後は歩き続け、マルワの丘に到着します。これで1周目が完了し、残り6周となります。マルワの丘も登ったり、その周りを回ったりする必要はありません。マルワに到着したら、キブラに向き直り、サファーの丘で唱えたのと同じ言葉を3回唱え、好きなことを祈ります。ただし、サファーとマルワは、のクルアーンの説は、祭位の開始時に一度だけ読むので、ここでは読みません。その後、再びサファーの丘に戻るために歩き始め、緑色の目印のところで小走りします。サファーに到着すると2周目が完了し、そこでは何も唱えずに、再びマルワの丘に向かって歩き続けます。これを7周繰り返し、マルワの丘で終了します。よくある質問。祭位にはウドゥ、清めが必要ですか？いいえ、必要ありません。軽度の不浄な状態でも、祭位を行うことができます。質問。サファーとマルワの間を歩いている間に何を言えばいいですか？タスビーフ、アッターを称賛すること、タクビール、アッターの偉大さを唱えること、預言者様へのサラーワート、祝福の言葉など、好きな形でアッターを記憶してください。また、望むことをアッターに祈り、無駄話に時間を費やさないようにしましょう。これで、ウムラの3番目で最後の構成要素を完了しました。残るはイフラームを解くことだけです。ウムラやハッジの期間中、男性と女性がイフラームを中断、解除する方法。ステップ6、イフラームを解く。男性の場合、男性は、ハサミやバリカンで髪全体を短くするか、カミソリで髪を完全に剃ることで、イフラームを解きます。預言者ムハンマド様、彼に平安あれは、髪を剃った人々のために3回、髪を短く切った人々のために1回、慈悲と許しを祈りました。このことから、剃髪の方がより良いとされています。女性の場合、女性は、髪を集めて指先ほどの長さを切ることでイフラームを解きます。これで、神のお恵みによってあなたのウムラは完了しました。香水を使うこと、性交渉、通常の服を着ることなど、イフラーム中の禁止事項がすべて解除されます。ハッジとその3つの種類、儀式の種類の紹介。ビデオのパート2、ハッジ、大巡礼。神はクルアーンで次のように述べられています。そして、人々に対して、その家、カーバー神殿へのハッジは、旅をする能力がある者にとって、アッターに対する義務である。クルアーン第3章アルイムラーン、97節。ハッジはイスラームの5行のうちの5番目の柱です。ただし、ハッジの費用を賄える経済力、そして身体的、精神的、知的な能力がある成人の自由な人々に限られます。これらの条件を満たせない場合、ハッジの義務は免除されます。預言者ムハンマド様、彼に平安あれは、生涯で一度だけハッジを行いました。あなたがまず自分自身のハッジを終えていれば、他の人の代理としてハッジを行うことができます。ハッジのために借金をしてはいけません。神は、旅をする能力がある者に義務とされました。ご自身でことを難しくしないでください。ハッジの形式、マナーシク。ハッジには3つの形式があり、これらは儀式の種類として知られています。タマトゥー、タマッツ一重引用符、キラーン、チラン、イフラード、アイフラットです。タマトゥー、ハッジの時期に、巡礼者がハッジとは別にウムラを完全に終え、イフラームを解きます。その後、ハッジのために再びイフラームに入ります。キラーン・ウムラとハッジを一つのイフラームにまとめ、ウムラをハッジの儀式と切り離さずにまとめて行います。イフラード、巡礼者がウムラを行わずに、ハッジの儀式だけを行うことです。ハッジの各儀式、マナーシクの中で、これらの違いについて説明していきます。ハッジのステップはウムラのステップと似ているため、詳細な説明は繰り返しません。ハッジのイフラームに入る方法。ハッジのステップ。ステップ1、ハッジの準備。ハッジの準備は、ウムラの準備と全く同じです。脇や陰部の毛を剃り、体を洗うなど、ウムラの時に説明したことと同じ手順です。この準備のステップは、タマトゥー、キラーン、イフラードのどのハッジの形式においても違いはありません。ステップ2、ハッジのためのイフラーム。ハッジのためのイフラームは、
ウムラのイフラームと同じ規則に従います。ミーカート、特定の場所に到着した時に行います。ただし、ハッジには時間的な制約があります。巡礼に行くことができるのは、シャウアール月、ズー・アルカーダ月、またはズー・アルヒッチャ月の最初の10日間のみです。ここで最も重要な違いは、イト、ニヤとタルビーヤの言葉です。タマトゥー、タマッツ一重引用風の場合、ハッジとは別にウムラを行う意図を持つため、ラッバイク、ウムラのために参上しましたと言います。キラーン、チランの場合、ハッジの儀式にウムラを組み合わせる意図を持つため、ラッバイク、ウムラは、ハッジャンウムラとハッジのために参上しましたと言います。イフラード、アイフラットの場合、ハッジのみを行う意図を持つため、ラッバイク、ハッジャン、ハッジのために参上しましたと言います。ハッジの意図を心に定めたら、これでハッジの最初の柱が完了です。その後、ラッバイク、アッラーフンマーラッバイク、ラッバイクラーシャリーカーラカラッバイク、インナルハムダワンニクマタラカワルムルク、ラーシャリーカーラカとタルビーヤを唱え始め、アルハラームモスクに到着するまでこれを続けます。ハッジの構成要素と義務。ハッジの構成要素、アルカーンは、これらがなければハッジが無効となるものです。イフラーム、アイアラム小括弧割りコロン意図を定めること。アラファトでの滞在、たとえ数分でも。タワーフ、アルイファーダ、タワッフエールイハダー小括弧割りコロン観光のタワーフ。サイ SH10 引用不愛小括弧割りコロンサファーとマルワの間を往復すること。ハッジの義務ワートは、これらが欠けてもハッジは有効ですが、ダム、地の犠牲を捧げなければなりません。ミーカートでイフラームに入ること。正午から地没までアラファトに滞在すること。深夜までムズダリファで夜を過ごすこと。ジャムラとアルアカバ、大石中を投げること。男性は髪を剃るか短く切ること。女性は指先ほどの長さを切ること。ミナーで夜を過ごすこと。11日、12日、そして急ぐ人は13日の夜。タシュリークの3日間、正午を過ぎてから3つの石柱、小、中、大を投げること。タワーフ、アルワダー、別れのタワーフ。生理中または三熟期の女性は免除されます。上記のいずれにも該当しないものは、スンナ、観光です。これで、あなたがイフラームに入り、ホテルに到着したら、体を洗うことができます。メッカに入る際に体を洗うことはスンナです。その後、アルハラームモスクへ行き、モスクに入る際のドゥアを唱えます。タワフアルクドゥム、サファとマルワの間の際、そしてタマットを演じる人のためのタハルール。ステップ3、タワーフ、アルクドゥム、到着のタワーフ。キラーンとイフラードを行う巡礼者にとって、タワーフ、アルクドゥムはスンナです。もし行わなかったとしても、彼らのハッジは有効ですが、預言者様のスンナに従う機会を逃すことになります。タマトゥーを行う巡礼者にとって、これはウムラのタワーフであり、ウムラの構成要素、アルカーンです。タワーフの方法は、以前に説明したウムラのタワーフと全く同じです。完了後、イブラーヒームの場所の後ろでニラカートの礼拝を行い、ザムザムの水を飲むことはスンナです。ステップ4、サファーとマルワの間をサイーする。タマトゥーを行う巡礼者は、サイーがウムラの構成要素であるため、必ず行わなければなりません。キラーンとイフラードを行う巡礼者は、タワーフ、アルクドゥムの後にサイーを先に行うか、タワーフ、アルイファーダの後に行うかを選択できます。サイーはハッジの構成要素の一つであり、残る主要な構成要素はアラファトでの滞在とタワーフ、アルイファーダです。ここで重要な質問があります。タワーフ、アルイファーダをサイーのように前倒しすることは可能ですか？答えは、できません。ハッジの儀式は、規定の順番に従って行われなければならないからです。預言者ムハンマド様、彼に平安あれが、私の方法で儀式を行いなさい、と言われたからです。ステップ5、タマトゥーのみのイフラーム解除。タマトゥーを行う巡礼者は、ウムラを終えたことになり、髪を短く切ることでイフラームを解きます。女性は指先ほどの長さを髪から切ります。これで、彼らは縫い合わされた通常の服を着ること、性交渉、香水の使用など、イフラーム中のすべての禁止事項から解放されます。このため、この形式はタマトゥー、楽しみと呼ばれます。一方、キラーンとイフラードを行う巡礼者は、ハッジの最初のイフラーム解除、タハッルルまでイフラームの状態にとどまります。これは、中にはシャウアール月やズー、アルカーダ月にメッカに来て、ハッジまで丸1ヶ月間もイフラームを続けなければならない人々にとって、神の慈悲です。ズルヒッチャ月の8日目であるタルーヤの日には何をしますか？ステップ6、タウリヤの日、ズー・アルヒッチャ月8日にミナーへ向かう。キラーンとイフラードを行う巡礼者は、直接ミナーに向かい、そこで夜を過ごすことができます。これは預言者ムハンマド様、彼に平安あれのスンナです。
預言者様はミナーで、4ラカートの礼拝、ズフル、アスル、マグリブ、イシャーを短縮して行い、夜明けまで過ごした後、アラファトへ向かいました。彼らはまた、ズー・アルヒッジャ月9日に直接アラファトへ行くことも許されており、そのことに対して問題はありません。タマトゥーを行う巡礼者は、まず以前に説明したように、体を洗ってイフラームの衣服を着用するなど、ハッジの準備をします。そして、メッカの人々が自宅からハッジのイフラームに入るのと同じように、自分のホテルからイフラームに入ります。ミーカートや聖域の教会まで行く必要はありません。彼は、ラッバイク、ハッジャン・ハッジのために参上しました、と言い、タウリアの日にミナーへ向かいます。もし9日に直接アラファトへ行ったとしても、それも問題ありません。アラファの日には何をしますか？どのくらいの時間そこに立ちますか？そして夜にアラファに立つことは可能ですか？ステップ7、アラファトの日。預言者様がミナーで夜明けの礼拝を終え、日が昇るまで祈りを捧げた後、彼はアラファトの教会の外にあるウラナ渓谷、現在のナンラモスクの場所へ向かいました。そこで彼はズフルとアスルの礼拝を短縮して合同で捧げ、その後アラファトへ向かいました。アラファトは、アラファト山、慈悲の山を含む広大な地域です。巡礼者は、地没までそこに留まります。これはハッジの義務の一つです。日中にアラファトに滞在した人は、日没までそこから出てはなりません。もしそれより前に出た場合、ダム地の犠牲が課せられます。注意、アラファト山に登る必要はありません。重要なのは、アラファト山の白い柱は単なる目印であり、そこに触れたり、そこに行って祈ったりすることはビドゥア、宗教的逸脱行為です。このことについて警告する多言語の看板が設置されていますが、依然としてイブラーヒームの場所などに触れる人々のように、柱に触れる人々がいます。これはビドゥアです。質問、アラファトに滞在できる時間はどれくらいですか？アラファトへの滞在は、ズー・アルヒッジャ月9日の正午から10日の夜明けまでです。滞在時間に特定の制限はありません。たとえ10分間しか滞在しなかったとしても、ハッジは有効です。しかし、日中に滞在した人は、日没後に飲み底を出ることが許されています。一方、夜に滞在した人、例えば日没後や夜にアラファトに来て10分間滞在した場合でも、ハッジは有効であり、罰則はありません。これは神からの慈悲と寛容さによるものです。しかし、夜に来る人は非常に大きな恵みと報奨を逃すことになります。なぜなら、神はその威厳にふさわしい形で地上に近づき、多くの人々を過獄から解放してくださるからです。質問、アラファトでの滞在中に何をすればよいですか？クルアーンを読んだり、タスビーフ神を称えること、イスティグファール、悔い改めることをしたり、ドゥアー、祈りをしたりするなど、どんな崇拝行為でも行うことができます。しかし、この偉大な日に行う最も優れた行為はドゥアーです。預言者ムハンマド様、彼に平安あれは、アラファトに到着してから日没まで、両手を上げて神に祈り続けていました。ムズダリファには、どれくらい滞在しますか？また、いつ退去できますか？ステップ8、ムズダリファでの夜。ムズダリファでの夜、マビートは、マグリブの礼拝が始まってから夜明けまでとなります。預言者ムハンマド様、彼に平安あれは、ムズダリファでマグリブとイシャーの礼拝を合わせて短縮して行い、夜明けまで眠りました。その後、夜明けの礼拝を行い、日が昇る直前まで神に祈りを捧げ、それからミナーへ向かいました。義務とされる夜の滞在、マビートは、真夜中を過ぎて1時間ほど、夜の大部分をムズダリファで過ごすことです。夜の残りの時間は、スンナとなります。これは、預言者様が女性、高齢者、及び病気などの理由を持つ人々に、夜のうちにムズダリファを出ることを許可したからです。もし真夜中前に出たり、ムズダリファで夜を過ごさなかったりした場合、その人はダム、地の犠牲を捧げなければなりません。なぜなら、そこで夜を過ごすことは義務だからです。イスラームにおいて、真夜中とは必ずしも午前0時ではありません。真夜中は、マグリブの礼拝の時間から夜明けの礼拝の時間までを2等分して計算します。もちろん、私が特に違いを述べていない限り、これらのステップはタマトゥー、キラーン、イフラードのすべての巡礼者で共通です。ジャマラト・アル・アカバの投げ方。ステップ9、ジャムラト・アル・アカバ、大石中に石を投げる。ムズダリファを出た後、巡礼者はミナーへ向かいます。ミナーには、ジャムラートと呼ばれる3つの石柱、小、中、大があります。大石中は、ジャムラト・アル・アカバとも呼ばれます。この儀式は、ズー・アルヒッジャ月10日、すなわちイード、アル・アドハーの日に行われます。ここでは、ひよこ豆やヘーゼルナッツほどの大きさの小石を7個投げます。それぞれの投擲ごとに、アッラーフ・アクバルと言います。石柱に当たる必要はなく、水盤の中に落ちれば十分です。小石は、ムズダリファやミナー、またはメッカのどこで集めても構いません。イブン・アッバース様は、預言者ムハンマド様、彼に平安あれの小石を手に取り、言いました。これらのように、
小さなものを投げなさい。そして、宗教において行き過ぎた行為をしてはならない。なぜなら、あなた方の前の人々を滅ぼしたのは、宗教における行き過ぎた行為であったからだ。サヒーフ、アンナサーイ。したがって、7個より多く投げたり、大きな石を投げたりしてはいけません。行き過ぎた行為は避けてください。重要な訂正。ジャムラートに石を投げることは、ハッジの崇拝行為であり、儀式の一つです。これは悪魔に対する敵意の象徴であり、実際に悪魔に石を投げているわけではありません。悪魔はこの石柱の場所にいるわけではありません。補足。巡礼者は、アラファトの日には断食をしません。また、イード・アルアドハーの礼拝も行いません。ステップ10、ハディ、犠牲を捧げる。ハディとは、牛、ラクダ、羊などの家畜を自発的に、または義務として屠殺することです。これはイード・アルアドハーの日に屠殺されます。ハディは一般的なイスラム教徒のための犠牲、ウドゥヒーヤとは異なり、ハッジの儀式と結びついており、その肉は聖域、ハラムの貧しい人々に分配されなければなりません。今日では、多くの機関がハディの屠殺と貧しい人々への分配を代行しています。ハディの義務、イフラードを行う人にとって、ハディはスンナ、推奨される行為です。キラーンとタマトゥを行う人にとって、ハディは義務は愛部です。これは、ウムラとハッジの報奨を同時に授けてくださった神への感謝の表れです。預言者ムハンマド様、彼に平安あれは、ハッジで100頭のラクダを捧げ、そのうち63頭を自らの手で屠殺しました。このことから、ハディの屠殺と肉の分配を他者に委任することが許されていることがわかります。7人までが1頭のラクダまたは牛を共有することができますが、ヤギや羊は1人につき1頭です。ハディの肉を食べる。自発的にハディを捧げる人は、その肉を食べることはスンナです。義務的なハディ、タマトゥーとキラーンを捧げる人も、その肉を食べることができます。ただし、義務を怠ったためのダム、違反に対するフィディア、または巡礼を完了できなかった場合のハディ、イフサールを捧げる人は、その肉を食べてはなりません。肉はすべてメッカの貧しい人々に分配されます。ハディを買うお金がない場合はどうするか。もしタマトゥーやキラーンを行う人、または義務を怠ったり、間違いを犯したりしてダムを捧げなければならない人が、ハディを買うお金がない場合、10日間断食しなければなりません。ハッジ中に3日間、アラファトの日より前、またはイード初日後のズー、アルヒッジャ月11日、12日、13日に行います。帰国後に7日間、これは連続している必要はありません。メッカの住民や居住者は、タマトゥーやキラーンでハディを捧げる義務がありません。これはメッカの住民の特権の一つです。これらの規定は、クルアーンの第2章、メウシ、第196節に記載されています。وأتم الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما أستيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما أستيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب。アッターのために、ハッジとウムラを完全に遂行しなさい。もし妨げられたならば、容易に得られる犠牲を捧げなさい。犠牲がその場所、アルハラムに届くまでは、頭髪を剃ってはならない。もし病気であったり、頭髪に剃るべき痛みがある場合は、断食か事前か、あるいは犠牲による償いをしなさい。安穏となった時、ウムラをハッジに結びつける者は、容易に得られる犠牲を捧げなさい。もし見つけられない者は、ハッジ中に3日間、そして帰宅後7日間断食しなさい。これで完全な10日となる。これは、家族がアルハラームモスクにいない者のためである。アッターを恐れなさい。そして、アッターが厳しい報いを下すことを知りなさい。タワーフ、アルイファーダー、そしてイフラームからの主要な解放はいつですか？ステップ12、タワーフ、アルイファーダと2回目のイフラーム解除。髪を剃るか短くした後、以前に説明したように、カーバー神殿の周りをタワーフします。このタワーフでは、イドティバー、右肩を出すことはスンナではありません。なぜなら、あなたは通常の服を着てタワーフすることができるからです。タワーフを遅らせてホテルに戻り、シャワーを浴びてからタワーフ、アルイファーダを行うこともできます。しかし、預言者様がそうしたように、すぐにタワーフを開始する方がより良いとされています。特に女性は、生理などのタワーフを妨げる事態が起こるのを避けるためです。なぜなら、タワーフ、アルイファーダはハッジの構成要素、アルカーンであり、償いを捧げることで代わりになる義務、ワーイブではないからです。注意、2回目のイフラーム解除、より大きなイフラーム解除は、ハッジの4つの構成要素すべてを完了した後に行われます。したがって、もし差異が残っている場合は、差異を終えるまでイフラームを解くことはできません。質問、生理になった女性がタワーフ、アルイファーダを行えなかった場合、
どうすればよいですか？生理になった女性は、カーバー神殿の周りのタワーフを除いて、ハッジのすべての儀式を行うことができます。彼女はメッカで生理が終わるまで待ち、体を洗ってからタワーフをしなければなりません。もし、彼女が待つことができず、団体旅行で帰国せざるを得ない場合、彼女は2回目のイフラーム解除が完了していない状態にとどまります。そのため、夫は彼女と性交渉を持つことができません。もし未婚であれば、結婚契約を結ぶこともできません。彼女は、訪問ビザや観光ビザなどを利用して、できるだけ早く再びメッカに戻り、タワーフ、アルイファーダを行い、その後帰国しなければなりません。もし、お金がないなどの理由で戻ることが全くできない場合、彼女は生理用ナプキンをつけてタワーフを行い、その後すぐにモスクを出るべきです。これは、イブン・ウサイミーン、イブン・バーズ、そして彼らが尊敬するイブン・タイミーヤとイブン・アルカイーム、彼らにアッターの慈悲あれから伝えられる見解です。このファトワー法解釈は、本当にメッカに戻ることができない人々のためになされたものです。例えば、銀行に十分なお金があるのに、戻れないという人のためのものではありません。このファトワーは、このような状況が持つ2つの困難な解決策のためです。一つは、巡礼を途中でやめて、ハッジを無効にし、後日やり直さなければならないというものです。もう一つは、一生イフラームの状態にとどまり、二度とイフラームを解くことができず、ハッジを完了できないというものです。この問題が持つ性質上、このファトワーが与えられました。なぜなら A1 回目のイフラーム解除後の性交渉はハッジを無効にせず、ダム地の犠牲で償うことができるからです。したがって、このファトワーは、本当にメッカに戻ることが全く不可能な人々のために与えられたのです。アッターは最もよくご存知です。ステップ13、サファーとマルワの間を採位する。これはハッジの最後の構成要素です。タマトゥーを行う巡礼者は、この採位をしなければなりません。なぜなら、これはハッジのための採位であり、彼が最初に言った採位はウムラのためだったからです。キラーンとイフラードを行う巡礼者は、もしタワーフ、アルクドゥムの後にすでに採位を終えている場合、再び採位を行う必要はありません。この構成要素は、一度行えば完了となり、繰り返す必要はありません。採位のルールについては、ウムラの解説ですでに説明しました。タシュリークの3日間、つまりズル、ヒッチャ月の11日、12日、13日に皆で夜を過ごし、ジャマラートに石を投げる。ステップ14、タシュリークの日にジャムラートに石を投げ、ミナーで夜を過ごす。ズー、アルヒッチャ月11日、12日、13日のタシュリークの日々、巡礼者は正午、ズフルの礼拝が始まる時間からミナーへ向かい、ジャムラートに石を投げます。投げ方は以下の通りです。まず小ジャムラから始め、7つの小石を投げます。投げるたびに、アッラーフ・アクバルと唱えます。その後、キブラー・カーバー神殿の方向に向き直り、好きなことを祈ります。次に中ジャムラへ移動し、同じく7つの小石を投げ、アッラーフ・アクバルと唱えた後、祈ります。最後に大ジャムラとアルアカバーへ移動し、同じく7つの小石を投げ、アッラーフ・アクバルと唱えますが、その後は祈りません。注意、小と中のジャムラートを投げた後に祈ることはスンナです。7つの小石を一度に投げてはいけません。一つずつ投げる必要があります。小石を水盤の中に落とすのではなく、投げることが重要です。石柱に当たる必要はなく、投げられて水盤に落ちれば十分です。ミナーでの夜、巡礼者は、ミナーで夜の大部分を過ごさなければなりません。これは、マグリブの礼拝後から真夜中を過ぎて1時間後まで、あるいは真夜中前の1時間から夜明けまでを指します。巡礼者は、タシュリークの3日間、11日、12日、13日をミナーで過ごし、石を投げます。早帰りの選択肢。巡礼者は、2日間で、早帰りをすることができます。その場合、11日目と12日目の2回だけ石を投げ、12日の日没前にミナーを出ます。もし12日の日没後にミナーに泊まった場合、13日の夜もそこで過ごし、13日目の正午を過ぎてから石を投げる義務が生じます。ジャムラートに石を投げる時間は、正午から翌日の夜明けまでです。預言者様は、ズフルの礼拝前、つまり正午を過ぎてすぐに石を投げるのがスンナでした。ミナーでの宿泊は、11日の夜から始まります。ズー・アルヒッチャ月10日のマグリブの後、タワーフ、アルイファーダと祭位を終えた後、ミナーに戻り、夜の大部分を過ごします。ミナーで眠る必要はなく、3番、早帰りの場合は2番、夜の大部分を座って過ごすだけで十分です。タワーフの別れ、巡礼者によくある間違い。ステップ15、タワーフ、アルワダー、別れのタワーフ。タワーフ、アルワダーは、ハッジのすべての儀式を終えた後、メッカを離れる直前に行われます。その方法は、
以前に説明したウムラのタワーフと全く同じで、通常の服を着て行います。このタワーフは、メッカから出発する直後に行う必要があります。例えば、ズー・アルヒッジャ月15日の朝に出発する場合、14日のマグリブまたはイシャーの礼拝後にタワーフを行うべきです。もし巡礼者が、買い物や友人を訪ねるなどの正当な理由なくタワーフを終えた後、メッカに1から2日滞在した場合、タワーフをやり直さなければなりません。もしタワーフを行わずにメッカを離れた場合、義務を怠ったことになり、ダム、地の犠牲を捧げなければなりません。タワーフ、アルワダーが免除される人々。生理中または産褥期の女性は、タワーフ、アルワダーが免除され、罰則はありません。メッカの住民や居住者は、メッカを離れるわけではないため、このタワーフを行う義務はありません。こうして、神のお恵みによってハッジは完了しました。アッターが、あなたのハッジを良きものとして受け入れてくださるようお祈りします。ウムラとハッジは、神の慈悲によって多くの寛容さが与えられ、簡単に行うことができます。しかし、私は皆さんにできる限りすべてを説明するため、長くお話ししました。どうか、私のために良き祈りを捧げることを忘れないでください。ウムラとハッジの要約、ウムラ、構成要素、アルカーン小括弧終わりコロン、イフラーム、意図を定めること、タワーフ、カーバー神殿の周りを巡ること、サイーサファーとマルワの間を往復すること、ギム・ワーイブ小括弧終わりコロン、ミーカートからイフラームに入ること、髪を剃るか短く切ること、ハッジ、構成要素、アルカーン小括弧終わりコロン、イフラーム、アラファトでの滞在、タワーフ、アルイファーダ、観光のタワーフ、サイーサファーとマルワの間を往復すること、ギム・ワーイブ小括弧終わりコロン、ミーカートからイフラームに入ること。日中にアラファトに滞在した場合、日没までそこを出ないこと。ムズダリファで夜を過ごすこと。ジャムラとアルアカバ、大石中に石を投げること。髪を剃るか短く切ること。ミナーで夜を過ごすこと。小、中、大のジャムラートに石を投げること。タワーフ、アルワダー。別れのタワーフ、イフラーム中の禁止事項、男性に特有の禁止事項、縫い合わされた衣服を着ること、頭を覆うこと、女性に特有の禁止事項、ニカーブ、顔を覆うベールを着用すること、手袋を着用すること、男女共通の禁止事項、体やイフラームの衣服に香水をかけること、頭髪や体毛を切ること、爪を切ること、狩猟を行うこと、結婚契約や婚約をすること、性交渉や愛撫をすること、以上で、説明は終わりです。世界の主であるアッラーにすべての賛美を捧げます。あなたに平安とアッラーの慈悲と祝福がありますように。